はい、大ちゃん。はい。ということで、なんか横にでっかいのが並んでますね。そうですね。はい。はい。そちらは何になるんですか？これが軽油の重機とかで軽油の燃料を入れるタンクです。あ、そうなんですね。これに入ってるんですね。そう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 。ちなみにその大きさでどんくらい入るんですか？これが960リッター。960。はい。はあ、すごい量ですね。そうです。うちこれともう一個そっちの430があるんですけど。430。はいはい。それがあると一つずつ。430と960、1個ずつ。すごいですね。そうです。なんか詳しくさらになんかお話を聞きたいんですけど。そうですね。はい。お願いしたいです。助っ人がいらっしゃるということで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。以前ね、はい、成分改正チェーンオイルの時に出てくださったリタプラスの三坂と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい。いやすごいですね、三坂さんこれ。いえいえ、ありがとうございます。おかげさまでですね、今もういろんなジャンルの方というか業界の方、特に我々も今回は林業機械環境展示会をさせていただいてるんですけども、はい、業界としては林業の方もそうなんですが、建設業界、はい、あとは国際空港だったりとか、まあ最近であればまあ防衛省の方が来たり、今度は自衛隊の方に行ったり。と東大の演習場、いろんな業界ですね、漁連さん、JA さんとか、いろんなところで、お役に立ってるのかなと思います。そうなんですね。もういろんなところにですね納品していって、もう活躍の場をどんどん広げていくと。いいおかげさまでありがとうございます。素晴らしいですね。大ちゃんすごいですね。すごいです。はい。いつも松岡さんにも使っていただいてありがとうございます。お役に立ってればよかったです。すごいですね。今回9個頼んで重機とのタンクが離れてたんで、はいはい。これ伸びるんですよこれ。はい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 、ホースがですね。そう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 。はい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 。これが何メーターやったんですかね。これが10メーターのホースリールですね。これをつなげられるってロングの方もいるんですけど、10メーターで全然問題ないかなと。これはオプションですけども、はい。伸ばせるんですね。そう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 。もう一回伸ばしてもらっていいですか。はい。もう全然引っ張っていいですよ。引っ張っていい？はい、もちろんです。こんな感じで。はい、ここにリールがついてるんで。ですね。本当になんかガソリンスタンドのあれみたいになってるんですね。そうですそうです。これをね、いろんなところに納入していって、すごいですね、三坂さん。いえいえ、ありがとうございます。こちらすみません、特徴なんですけども、いろいろステッカーいろいろ貼らさせていただいてます。で、赤い丸いステッカーがあってですね、これは UN って書いてますね。UN っていうのは国連196カ国ですかね、加盟国が、国連が定めた危険物輸送の規格を通っているっていうところになります。こちらは。これですね。なので今ですね、でこれ重機の200機能が有されている日本で唯一その総務省消防庁の認可が下りているものなんですね。でその中で消防法適合容器っていうステッカーがあるんですけども、危険物を有する運搬容器として位置づけられてるんですね。そうなんですね。国が認めてくれてますので、県警の方もこちら問い合わせいただいたりとかしてますので、安心してお使いいただけます。もう本当お墨付きっていうことですね。ありがとうございます。素晴らしいですね。大ちゃん。すごいですね。公的に認められているものですよ。そうですそうです。素晴らしい。ありがとうございます。あとちょっとステッカーがいろいろあると思うんですね。なんか青いステッカーが貼ってるやつ。こちらはネチスっていうのがこれは研機メーカーさんとかでもいろんな機械にも貼ったりしてるんですけども、これ国土交通省が認めてるその国の新技術情報システムに登録されています。これどういうことかと言いますと、例えば建設現場では特にネチスって活用されてるんですけども、例えばその国の公共工事の際とかって工事が終わったら加点評価をされる評価されるんですね。いろいろと採点というか、その時の加点評価の対象になります。こういうネチスの商品を使ってれば。そういうのがあるんですね。あと次回の入札に有利になったりとかですね、その辺も認められてます。今類似品がいろいろ出てます。それぞれいいところあるんでしょうけど、そこまで例えば総務省認可を取ってたりネチスを登録してたりとかいうところはないです。あといろいろ我々が今なんですか、日本設計 UN っていうのは結局国連が定めた摂氏55度の試験とかクリアしてるんですけども、あくまでこれ並行輸入品ではなくて、我々が日本とアジアのこの FMT っていうのがスイスにある会社なんですけども、こちらを日本の窓口として動いております。
やっぱり今これ北欧の気候にもともと適合しているものだったんでマイナス40度とかその辺は大丈夫なんですけど、日本設計に使用しているのでこちらまたカタログ別途載せてもらえれば分かると思うんですけども、日本ってやっぱ暑いんでやっぱ60度の気候だったりとか、落下試験、水圧、あとはそういう振動とかそういったところも全部クリアしているというのが認められている容器になってますので、それの試験もクリアしてます。かなりタフなんですね。そうです。でこの素材がですね、大体これプラスチックに見られがちなんですが、硬質プラスチックとかの一種なんですね。でこれがカーボンとか硬いで有名じゃないですか。そうですね。カーボンブラックの粉末とやっぱこれ外に置いとくんでやっぱ紫外線に強くないとダメなんですよ。そうですね。そういった紫外線に強い顔料も混ぜ込んでます。なのでちょっと今後ろの方ですね、横に7年前からうちが使ってるやつをあえて外に置いてるんですよ。でこちら見ていただくと分かるんですが、全くプラスチックってよくあるのが水分が抜けきってボロボロ崩れちゃうんですよね。あれってやっぱ本当加水分解って水分が抜けちゃうんですけど、全然ないんですよそれが。もう安心して使っていただけます。保証も側が5年と部品関係1年なんですけども、もう5年経っても別に壊れるもんじゃないので、もうその辺もやっぱり長年選ばれている理由になっているのかなと思ってます。でやっぱスイスって言ったのでロレックスとか時計の国になりますね。で技術者が多いんで大体結構他社さんとか結構真似していただいてるんですけども、やっぱり鋳物一体加工の会社さん多いんですが、うちが切削技術、要は時計とか高性能なやつってやっぱ切削で掘るんです、1個ずつ、関節部分をですね、そういった技術を使ってるんで部品も安全に強度がしっかりありますので、我々はやっぱり現場を止めたくないっていうのは容器もそうなんですけど機械もそうなんですけど、部品を全て自社でストックしてますので安全です。すごいですね。大ちゃん聞きましたか？聞きました。すごいですね。すごいこだわりが、切削ですよ。削り出しってことですよ。削り出し、鋳造じゃなくて。すごいですね。すごいありがとうございます。アルミホイルと一緒ですよ。アルミホイールです。アルミホイール、高いレーシングカー用とかの。そうです。アルミとかステンレスとかですね使ってますんで、もう品質もバッチリになってますんで。すごい。大ちゃんいいこと聞けましたね。聞きましたね。これで安心ですね。安心です。ありがとうございます。これはあと何リッターがあるんですか？これはラインナップがですね、190リッターと350リッター、430リッター、あと一番大きいのが今社長の横にある960リッターですね。あともうちょっといいですか？まだちょっと大事なことを忘れてました。でこれがですね、燃料、要は燃料運搬容器で軽油灯油とかを入れて運搬して自分で入れるんですね。ガソリンスタンドさんとかで入れて、で一番の特徴というのは我々がやっぱ北欧でやっぱ学んだことがあるので、その注油環境を日本に広めたいということなんですよ。ただタフネスなボディだけじゃなくて、大体今アルミ製だったり鉄製のやつの要はローリーとかですよね、ドラム缶っていうのはどうしてもやっぱ鉄とかなんで内気外気の差で必ず水が発生します。結露がですね。で重機の燃料タンクも一緒です。今日本の環境はどういうことが現状なのかっていうと、水はやっぱりご存知の通り軽油より重たいので、比重として水が下に溜まってきます。なので必然的に水抜きをします。でこれで水抜き OK って結構多いんですけど、これが今どれだけの環境汚染というか、今高市さんとかも今自然資本とかよく今国がネイチャーポジティブとかよく耳にするようになったんですけども、国が今企業もそういうふうにシフトしています。その中で今後そういった水抜きとか土壌汚染っていうのはもう必ず淘汰されていきます。今北欧がそこがかなり厳しくなってます。淘汰されるってすみません、ちょっとまだ厳しい言い方なんですけど、今そういう指針とか生物多様性、環境負荷低減っていうのがものすごく今いろんな書面とかにも出てきてますので、それをしなくてでやっぱ機械代も高いんで、どうしてもやっぱ水が溜まって抜ききれずに機械トラブルになることが多いんです。水のトラブルとかでこれ修理代はバカにならないんで、まず発生する前に安全な燃料だったりを供給したいという思いもあります。そういうことですね。その辺がやっぱこれは水抜きのドレンがないので、そもそも内気外気の差がもうほぼほぼ起きないんですね。そういうことですね。だからテストしないっていうのが一番大きいです。水を抜いてもそこに軽油が混じってるんで、やっぱ土壌汚染、コップ1杯分のそういった燃料が混じってるやつを山にまくと畳1000畳分の害が何年間何十年間も残るというのが今概算出てますので。そうなんですね。そうなんですよ。ちょっと長くなりましたけどそんな感じです。もうすごいですね。環境負荷も考えて。
素晴らしいです。拍手。伊坂さんありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございます。